十分にお気をつけください。続いて4番手からもこちらも陣のそして時間がやばい。これからも長く N1 楽しんでください。確認しました一応って言って。あ、いや、大丈夫です。西日がやばいだけで。じゃあ西日がありそうってなったら、また命じてください。はい、安心して。はい、はい。後半タイム何時ぐらいですか？全部終わってから。そうっすね。次なんかチョイスしてもらったらまた。今日はちゃんとポテチンできるから。もう覚えたから。覚えたら通りやったんだけど。書いてます。しっかりこういう仕様。大江さんが眩しくないように在庫整理をしてました。晴れだけでこんなにバリエーションが瞳孔が開くピンク。難しいですよね。眩しいから黒くするのに瞳孔は開くようにピンクつけるっていうちょっと矛盾してないみたいな素人的には思うんですけど。これ全部色違う。全部違うんですよ。これピンクついてんですよ。これはライトスモークのピンクで、雨はクリアなんですよ。暗いから透明で、これは軽いスモークにただ見えづらいからよく見えるように瞳孔が開くピンクを入れてるっていう、どっちなんっていうやつで、さらにどっちなんがこれか、スモークのピンク付き、スモークのピンク付きか、スモークのピンク付き、あ、でも西日が眩しいから黒くするけどちょっと見えるように瞳孔は開くみたいなで、本当のスモーク。いろいろ知らないこと多いですよね。これ汚れたらオイルが自分でこうやって全部剥ぎ取ってんですよ。これ虫とかいっぱい飛んでくるからワイパーないんで、これをパッポイって走りながらこれ1枚ずつ剥けるんですよ。これステバイザーっていうのがついてて、これは、相当急ぎの時はこっちで貼るらしいんですけど、基本的に新井さんがヘルメット持ってってメンテお願いしますって言うと貼ってくれるんで。じゃあなんかその虫がひどい人が結構その路面の上にこれ落ちてたりするんですよ。ああ、なんか路面はどうかわかんないですけど、結構ゴミだらけにはなってるっぽいですよ。洗い使ってる人はみんな、洗い使ってなくても全部選手がつけてるんで。あ、でも車の風圧でこう横に行くんですかね。多分そのやっぱ少しの傷でもなんか目につくみたいなんですよね。こうなんか動体視力いい人は。できるんだできる、そのパターン多い。そこ変えていかないと。それ多いわ、マジで。どんどんモノマネレパートリーが増えてる。いや、逆の立場だったら押し出せよ。昨日のあれいいんだ、もうなんか場所取りしちゃったもんで、無理やりね、スペース開けなかったもん。原さん言ったよ。そう、予選始まったらちょっといろいろチェックとか打ち合わせあるみたいで。トイレしますよ。はい、10分前じゃなくて9時に来てほしい。
にリアム・ローソンも来ている。その前に坂口さあ坂瀬口選手、坂口瀬名現在7番手からどこまで上がるかにトップだ。1分12お秒早い。057。これは早い。さあそしてその後ろからリアム・ローソンがやってくる。ローソンはどうか。一人戦略を変えてきたリアム・ローソン、コントロールラインに向かう。タイムはトップだ。22秒021。すごい。大井は3番手22秒148。
やこれでも2度も早いよ、もともと。いやわずかだったね。わずか。93ないんですかね。グッジョブ、グッジョブ。よかったよかった。絶対通るなと思った。ねえねえ。これは取ったかなって思ったね。いや別にまあちょっとちょいちょいはありますけど、こうだなあだなはありますけど、そんなに忘れてる感情なくて、昨日言ってたなんかセクサンでリアが解消されてますね。13コーナーの羽みたいなこういう天気まだ昨日ほどではない。まだ根は鈍いです。入れますけど、まあけどそれは許容範囲ぐらいじゃない。じゃあ行こう。それでは折り返しお願いします。ごめんなさい。予選のアタックの位置取りです。はい、ちょっと決勝のことになりました。すみません。予選の名前この辺見てた。はい。気を失って。予選アタックの位置取りタイミングということでよろしいですね。予選。はい。まあちょっとアタックの位置取りとしては、まあおそらく計測3周目でいった組としては最後の方からのアタックで、まあ、自分自身としては一応時間には今回、Q2 に関しては余裕があったので、まあ普通にタイヤを温めることはできましたし、いい状態で、アタックには臨めてたかなと思います。いやー、野地さん早すぎね。早すぎだわ。あれおかしいよ。おかしいわ。てか、リトモも最後にアタックしてたし、多分ね、風の向きがね、風がね、その瞬間に変わったんだよね、多分いい風になったんだよ。追い風います。いやだから追い風からの風からの向かい風。いい感じの向かい風になったんだよ。なんかめっちゃそれで多分ね、だからあんなに一気にタイムアップしてるわ。多分ね、と思いたい。さすがに。野地さんはいいとして、いいと思うわ。リトモもだからその後ろの俺より後ろでしょ。アタックしてたタイミング。そう、最終ラップギリギリで入ったんだよね。野尻3リトモって感じだった。そうで3台目が入んなかったのかな。で入れなくて、で都市決だったんだけど、そこでリアムはリアムがとリアムでその次誰だったかな、ちょっと忘れちゃったけどとかで入って、で都市決じゃなくなって後ろついてみたいなでしょ。だからそれの関係だわ。マジで結構ギリギリ入ってた。その瞬間がめっちゃいい、美味しかったんだね。美味しい風。美味しい風だったんだよ。聞いたことない。美味しい風って何の？いやそういうのがね、逆に手前だったりもするんだよね。わかんないよね。そこは結構俺的にはもうめちゃめちゃ完璧だった。ベストは尽くした。そういうのもいいと思います。ね、ちょっと
というわけで、入ってきたものありますけど、2人は後からその仕事です。お座りして一緒にやったー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。頑張って。ありがとう。はい、頑張ります。ありがとう。いる？いるとか言って。あ、連発ソルジャー。もんじゃ焼きを作ってるわけではない。もんじゃ焼きみたいですけどね、タイヤの表面についてタイヤカスを取ってるんです。こっちが汚れてる状態で、そうですね。でこっちが今取った状態です。綺麗な状態。はい。これだったらもう一回使える。そうですね。まあこれでも基本的に使えるんですけど、あんまりタイヤカスがついた状態で走っちゃうと、まあこのようにガムがさらについてっちゃうので、まあタイヤが曲がりにくい状態になっちゃうので、取ってあげる。1レースタイヤはどれくらい準備するんですか？1レース6セットですね。で本数に直すと24本。あとそれにウェットタイヤが今回は2セットですね。はい、ドライが結構効くと思うんですけど、はい、タイヤでいうとどれがどれになるんですか？この表面がつるっとしているのがドライタイヤで、スーパーフォーミュラの場合はコンパウンド1種類しかないんですよ。F1 みたいにハードとかソフトとかないのでこの1種類になります。じゃあ晴れの日はこれ。そうですね。雨の日だとあれですね、ギザギザしているのがウェットタイヤです。雨が降りそうだったらもう一応用意しておいて。降りそうだったらまあ雨降ったらですね。はい。用意だけは常に、はい、してあります。昼にタイヤ外で干してたんですか？はい。あれは何やる？タイヤを日干しして表面温度を上げて、表面温度を上げることによって、内圧が上がるんですね。でそうすることによって、走れるギリギリまでタイヤを温めた状態にすることによって、内圧をギリギリまで下げられるですね。そのために日干ししてます。こっちの方が有利です。そうですね。今内圧を下げた方が、タイヤの接地面積が広くなるということもあるので、その方がこのところのトレンドとしてはトレンドは停止し。そうですね。今そうですね。でF1 とかだとタイヤウォーマーですね、タイヤを温める布みたいなのを巻いたりしてますけど、スーパーフォーミュラ禁止なので自然の力を使って、はい、温めています。知恵使ってます。先生。さあ皆さん一緒に行きましょう。スーパーミュラー第2戦盛り上がっていきましょう。お願いします。それでは早速まず3番グリッドの大湯選手にインタビューしたいと思います。大湯選手、昨日はですね調整がかなりあったとシートを含め聞きましたけども、どうですか？アジャストできましたか？今の4を、はい、昨日4番手スタートだったり昨日やってください。せいでしょう。4-1で3からスタート、昨日からポジション1個アップでございます。意気込みは3番手からスタートになりますし、予選ね、野尻選手早かったですけど目の前にいるんで狙っていきたいと思います。あと後ろのリアム選手とのバトル昨日もありましたけども、今回意識するところは？そうですね、やっぱりこう決勝ペース無限も非常に、予選決勝ともに非常にいいと思うので、ここに向けて
僕らもかなり改善してきたので、今回の決勝は見ものだと思います。わかりました。決勝期待してます。お願いします。はい、頑張ります。ありがとうございました。以上です。わかんない。こうか。ありがとうございます。前髪がなんかやばい。やばい。前髪全部しまった方がいいから。いや、それはナンセンスだよ。絶対おかしいって。どうなんかね、ちっちゃいカブトムシみたいになってる。角できてる角。もう無理や。角できてる。いや、全部隠すとさ、もう本当に似合わないから。小カブトみたいになってる。うきょさん、頑張ったらいつもやばいから。ほどほどがいい。昨日は明らかに死んでる感満載よ。フラフラのいやもうだってさ、2、3周目で、いや最初のオープニングラップだけ、野尻さんいけんじゃねみたいな雰囲気あったけど、もうセーフティー課長にあれってなんかおかしいなってた。正直そんなすぐ変わる気がしてる。組織ならやってくれると期待してるよ。だって昨日相当温存して走ってただろうね。多分一生懸命やってこれなんだろうな。そうやってるつもりだったけどダメだった。なるほどね。あ、頑張ります。じゃあ頑張って。諦めないでね。諦めないでね。かっこいい人が来て。大人のレースを。大人のレースを。もちろんです。大人のレースって難しいんですよ。まだお前が大人じゃない。大人じゃない。でもさ、いいんだよ。次につながることをやれ。はい。気楽にやります。ちょっとずつ積み上げるっていうのも大事。それでいい。結果はどうある。2連続開催。今ブラックアウトスタート。さあどうだ、スタートは大湯がいいか、また大湯がいいか。さあ野尻が締めに行く、アウトサイドに打った大湯、インサイドは野尻。さあまたロケットスタート、大湯抑えたのは野尻。2番手大湯でもジャンプアップ。おっしゃ後ろ、外1台飛び出している。セルモですかね。さあそして大湯が前に出た。コカ・コーラで大湯が前。すげえ。そして2番手のうちに3番手が宮田。ありましたよ。みんな入ってくる。これは面白い。どうするの。オープン一気に入ってきます。ローソン選手やっぱり開ける、前を開ける。そうですよね、はい、開けといた方が自分は損を少なくできるということですね。でそれにリトモ選手がちょっと巻き込まれる形ですね。やはり関口雄飛はそのまま行くのか。いやこれは平川の方だ。そうか。ふざけんなよ。誰が前だ。野尻選手が前に出ました。なんと野尻が前に出てる。坪井3位。そして坪井は3位。ここは変わりませんね。ローソンが4位が山下健太、5位宮谷とも、6位リアム・ローソン。ここは入れ替わりました。やはり
全然空いてたらまあしょうがないですよね。こっちは分かんない。すげえブレーキ踏んでたりしたら言った方がいい。見えないんで、向こうの方でカメラ引いちゃってたから。レースをするということですね。さあレース再開ということになります。ちょっと野尻が伸びない。後ろから大湯が来る。さあ大湯が伸びてくる。大湯が伸びてくる。2番手争い、事実上のトップ争いだ。大湯が伸びてきた。アウトサイドから大湯が伸びてくる。サイドバイサイド、149インサイドは野尻、アウトサイド大湯。どうだタイヤスモーク上げたが、これは止まれない。ここは止まれない。そのまま順位キープできるか。なんとか守った。ただタイヤ大丈夫でしょうかね。仲良しですね。そして宮谷友と大湯、こちらは6番争い。近い近い。はい。やばい、タイヤ終わった。ピットイン。ズバッといった。これで宮谷友6番手。ちょっと大湯はもうタイヤやばい。ピットイン、タイヤ交換。どういう状況なの？そうした、怖い。出ましたね。急激。あ、おかしいおかしい。までは勝ったと思ったんだけどね、もうストレートやばいし、もうレース的にもうあっちの方がちょっと分があるのは分かってたんで、もうあそこ行くしかない。なんですか。開始ですね。
非常にポジティブに捉えると、新規チームで今年走ることになって、その中で、この2連戦、特に2戦目で、しっかり予選は3位で、スタートで1位に上がって、ラップリーダー1を死守する走りを、見せれたのと、2戦目に向けても比較的、いいところにつけてたので、そのアジャスト、途中まで抑えきれてた部分のアジャストはすごい良かったんじゃないかなと思います。ただ、セーフティーカーの入るタイミングもあまり良くなくて、野尻選手にピット内で抜かれ、その後はね、ちょっとペースとしては野尻選手の方が速そうだったので、もうあそこで行くしか優勝の勝負権はないと思ってたので、そこで勝負を仕掛けに行ったんですけど、結果的に、ロックアップしてしまったのもあったし、ちょっとタイヤもフロントタイヤきつくなるようなセットアップになっちゃってたのも相まって、途中リタイア、ちょっとタイヤリタイアしてるわけじゃないんですけど、途中でピットに入んなきゃいけなくて、断念という形になりました。ただね、レースペースも若干は改善したからこそ、セーフティーカー前に抑えきれたっていうのはあったと思うし、ただ今週はちょっとね、富士スピードウェイストレートが結構大事なんですけど、そのストレートがだいぶ遅くて、そこが改善できてなかったのがちょっと痛かったかなと思います。ただ今日昨日振り返って、レースペースは悪かったけども、タイヤもね、僕も温存しながら走ってたけど、レースペース悪いっていうところで、チームとしても課題認識はできていますし、次の鈴鹿はまたよりきついサーキットなんですが、そこをもっとどうしてこういう形になっているのかっていうのをいろいろ今後に向けてチェックしていきたいなと思います。鈴鹿では勝てるように頑張ります。結構可能性がやっぱあるなって感じました、今日のレースで。そうじゃない、もう本当セーフティーカーのタイミングが非常に悪かったので、もうそれがなければ優勝だったなっていう、ペースは悪かったにしても抑えきれた自信はあったので、そういう意味で言うとちょっと流れも良くなかったし、僕もちょっと無茶した部分もあったんで、ちょっと反省もあるし、いい結果には結びつかなかったけど、いいレースはできたんじゃないかなと思います。すごい見どころがたくさんあって、見どころ自体はあったと思う。表彰台に登れなかったのはめっちゃ残念ですけど、本当たらればになっちゃうけど、今日のレースに関して言うと、もう優勝しててもおかしくなかった、レースだったと思います。次戦は優勝期待してはい。鈴鹿は得意なんでね、そこで優勝飾れるように頑張ります。ありがとうございます。泣いてたね。ちょっと泣いてた。汗です。汗だ。汗です。ちょっと汗が結構気合入ってた。よくかいちゃうよね。よくかいちゃう。俺もたまにかく。ちょっとね、俺も汗かきそうだった。
すごい汗かきそうだった汗かきそうだったちょっと感傷的になっちゃってなんかドシキがあんな汗かいてるのあんま見たことないから汗かいてるの見たら汗かくのもらい人の汗で汗かくんだもらい汗しちゃいそうもらい汗してた、そうですか。でもなんかそれくらい悔しさめちゃくちゃ伝わったし、はい、まあ次につなげられるレースだったのかなってめちゃくちゃ思ったし、これをバネにそうですね。次はもっともっといいところで、バトルができるように、まあ長くだね、長くもうトップに続けられる頑張ります。はい。ありがとうございました。